どうも、カイです。今回は東京都板橋区板橋宿に来ています。ここは江戸時代中山道の宿場町だったのですが、縁切りえのきと呼ばれる人との縁を切れることで有名な場所が存在し、信仰を集めていました。板橋宿は遊郭としても知られていたので、歴史や現在を紹介します。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。まずは宿場町についてですが、江戸時代、江戸を起点に五街道と呼ばれた5つの幹線道路が整備されました。その中でも中山道は江戸と京都を内陸経由で結ぶ道でした。その道は500キロ以上と長く、その間には69もの宿場町が設置されていました。宿場町には休憩できる茶屋や旅籠屋が多く並び、現在でいうところの宿泊施設があるサービスエリアといった感じでしょうか。そして板橋は江戸から見て一番最初の宿場町でした。商店街を歩いていると古そうな蔵造りの建物も残ってます。板橋宿は1884年の大火事で大半が焼失してしまったのですが、わずかに当時の趣を残す建物もあります。この建物は米屋を改修したカフェになってます。築100年ほどなので江戸時代の建物ではないんですが、かつて宿場町だった場所にはこういう建物が多くあります。当時の建物はかなり少ないのですが、数少ない名残がこのお寺に残されています。ここは遍定寺と呼ばれ、境内には当時の馬つなぎの跡があります。幕府公用の馬などがつながれていたそうです。遍定寺の横には板橋宿最大の義楼伊勢間五郎の跡地が残されています。現在では壁の一部が残されているに過ぎないです。2014年頃までは壁が残っていたそうですが、跡地が分譲地化されることになり、壁の大半は撤去されました。板橋宿に遊郭が誕生したのは明治時代です。江戸時代に遊女はここにいませんでした。代わりに飯盛り女が遊女に近しい役割を担っていました。飯盛り女は宿場町の宿屋で旅人に対し寝食の世話をした女性を指します。彼女らは飯盛り旅籠という宿屋で給仕を行う存在であったとともに、裏の役割もありました。江戸時代、遊女は江戸の吉原遊郭など幕府が定めた場所のみで営業が許されました。しかし1659年に東海道で遊女が禁止されると、飯盛り女が出現し遊女の役割を担いました。最初は非合法でしたが、幕府の補助なしで宿場町の運営が回るといった利点を考慮し、1旅館で2人以内という条件で半ば黙認されました。そして1772年には板橋宿に150人もの飯盛り女がいたと言われています。実際板橋宿では飯盛り旅籠が義楼になり、吉原に次ぐ東京ナンバー2の地位を争うほど大規模な遊郭がありましたが、そこまで栄えたのは飯盛り女の歴史があってこそとも考えられます。飯盛り女や遊女の歴史を感じられるのが、商店街を外れたところにある文殊院です。文殊院は投げ込み寺で、生き倒れた旅人や板橋遊郭で命を落とした女性が葬られました。飯盛り女ですが、貧しい家の娘が多く、15、6歳で借金の方として旅籠屋に引き取られました。彼女らは年季奉公の形で働かされたのですが、多くの旅人を相手にする必要があったことから、病気になる者が後を絶たず、若く亡くなることも普通でした。しかし彼女らの多くは身寄りがなかったため、文殊院が引き取りました。そんな飯盛り女たちのお墓が現在でも文殊院に残っています。それがこちらです。かなりスモールサイズです。ちなみにこの大きいのは当時の旅籠を経営していた家族のものだそうです。主人がこうやってお墓を作ってるだけでも吉原よりはマシな感じがしますね。飯盛り女の歴史について紹介しましたが、この動画の本題は縁切りえのきなので、板橋宿を北上しましょう。路地に入ると江戸時代の区画に影響されてか細い道が多いです。板橋宿の中間地点、板橋が見えてきました。これが板橋の由来となった橋ですね。
板橋宿を北と南に分けている橋で、平安時代から板の橋が存在していたと言われています。現在ではコンクリートで舗装された橋になっていますが、欄干は江戸時代以前の橋を意識した作りになっています。橋のサイドは遊歩道になっていますね。橋の北側は落ち着いた雰囲気です。癖の強いちゃんこ屋もあります。南側にもありましたが、本当米屋が多いですね。そんなこんな歩いていたら噂の縁切れの木が見えてきました。こちらです。ここにはもともと江戸時代の旗本近藤貞持の屋敷があり、その庭に植えられていたのがえのきです。もともとえのきは街道の一里塚に植えられる樹木で、板橋宿ではこの屋敷から飛び出していたえのきが目印のように使われていました。しかしある時からこの木の下を嫁入り行列が通ると必ず不縁になるという噂が囁かれるようになりました。その噂は広がり、1862年に皇女和宮が将軍徳川家茂に嫁ぐ際、このえのきを目にしないよう迂回して江戸に入るほどだったそうです。それほど恐れられていた木なんですけど、同時に悪い縁も断ち切れるとの信仰が庶民の間で広がりました。直接ここに出向き、男女の悪縁を切ることや断種が祈願されたほか、中にはえのきの樹皮を削り取る人もいて、樹皮を煎じたものを恋人にこっそり飲ませて別れられるように仕向けたとか。現在も多くの人々が参拝に訪れる場所で、この撮影中にも男女問わず熱心に参拝されている方がいました。ちなみにこのえのきが縁切りと結びついた理由ですが、えのきが縁の木と音が似てることであったり、屋敷から外に伸びるえのきの形が独特で話題にしやすかったことが影響していると考えられています。縁切りえのきの境内ですが、自販機で絵馬を売ってますね。絵馬も奉納されてますが、シールが貼っていて願い事はわからないです。男女の縁切りなど他の人に見られたくない願いが書いてあるのでしょうか。その他にも元祖ご神体であったり、縁切りのガチャガチャなんかも置いてあります。初代のえのきは明治期に焼けてしまい、この根元だけが残っている状態です。今回は東京都板橋区にある板橋宿を紹介しました。現在でも商店街として賑わう場所でしたが、かつてここには宿場町版遊女ともいえる飯盛り女が活躍していることが分かりました。貧しい出自の若い女性が命がけで働いたものの、最後は投げ込み寺に入れられる悲しい歴史が特徴的でした。遊女や飯盛り女の悲劇は教科書に載っておらず、あまり知られていないのが残念です。また最後に紹介した縁切りえのきは現在でも多くの参拝者がいたのが印象的でした。5分ほどの滞在で5組もいらっしゃったのですが、江戸時代の噂が現在でも生きているのが興味深いです。お近くに寄られる際は見学してみてはいかがでしょうか。今回はここまで。それではチャオ。